XM1 の発売から11年、富士フィルムカメラの中でも最も小型軽量なモデル XM5 が登場しました。レンズ交換式カメラの中でもトップレベルに軽量な 355g のボディには 6.2K のオープンゲート撮影や12ビットのロー出力、Vlog モードに秒間30コマの高速連写など上位機種に引けを取らない高性能な機能が詰められています。ただソニー ZV-10M2 やルミック S9 などスペックが似たライバル機も多いのが現状です。富士フィルム XM5 の魅力はどこなのか、このカメラを選ぶ価値はあるのか見ていきましょう。ということでどうも皆さんこんにちは、あきやです。富士フィルムから XM5 という新しい小型軽量なカメラが登場したということで、今回ですね先行でお貸し出ししていただくことができました。この数ヶ月間でたくさん使用してきたので、僕なりにこのカメラをレビューしていきたいなというふうに思います。そして今回ありがたいことに XM5 を使ってショートフィルム映像の制作をさせていただきました。これは富士フィルムさんの公式の YouTube アカウントですでに上がっているかと思うんですけど、今回はプロサーファーのショートフィルム映像を制作しました。今回全編ねこのカメラで撮影してるんですけど、実際の映像美であったりとか、カラーの表現力っていうものも確認することができると思いますし、撮影の裏側であったりとか僕のちょっとしたレビューシーンなども含まれていて、全て僕が制作したものになるんですけれども、すごくね貴重な機会をいただいてすごく面白いプロジェクトだったので、ぜひよかったらですね概要欄のリンクから見ていただければなというふうに思っております。というわけで早速ねこのカメラについて見ていきたいなというふうに思います。まずは XT50 で搭載されたフィルムシミュレーションダイヤルが新たに搭載されています。このダイヤルを回すことで最新のリアルエースを含む20種類のフィルムシミュレーションを楽しむことができるようになっています。富士フィルムのカメラではフィルムシミュレーションという様々な色のプロファイルを使って撮影することができるんですけど、この XM5 ではそのフィルムシミュレーションをワンタッチで変更することができるダイヤルを搭載していて、すごくねこれは楽しいデザインになっています。そして撮影した写真はカメラ内で再現像することもできますし、フィルムグレインなどを追加して撮影することができたりするので、本当に写真撮影もねすごく楽しめるカメラかなというふうに思います。僕も趣味でねフィルムカメラを使ってね撮影することも多いんですけど、本当にフィルムのような写真をねこのデジタルカメラでこの時代に撮影できるっていうところが、富士フィルムカメラのねすごく魅力的なところかなと思っています。そして今回モードダイヤルに新たな Vlog モードと呼ばれるものが搭載されております。今回のこのカメラは写真だけじゃなくてどちらかといえば動画をね撮影することに特化した設計になっているように感じます。Vlog モードに切り替えると直感的なメニュー画面に変更されて、商品レビューモードであったりとか背景をぼかしたりくっきりする背景モード、そしてマイクの指向性を含めてこれらを全てワンタッチで変更することができる、本当に簡単に操作ができるような設計になっています。他にもね美肌補正モードが搭載されていたりとか、横向きのまま縦動画が撮影できるショート動画モードも搭載していたりと、本当にね今時のね機能をねてんこ盛りのねカメラかなというふうに感じます。そしてモニターはねバリアングルモニターで自分に向けて撮影をねすることもできるようになっておりますし、右側には USB-C ポートが1つとマクロ HDMI ポートが搭載されています。カメラの背面にはマイク入力をすることもできるポートがあるので、音声のね収録もしっかりとできるカメラではあります。このように Vlog などの撮影とか、僕のように YouTube 発信とかね、いろんな SNS などのね使用にも想定された設計のカメラかなというふうに思います。それではここからは実際にこのカメラの詳しいスペックを見ていきましょう。 XM5 は2610万画素の APS-C センサーを搭載していて、最大で 6.2K の撮影をすることができます。で 4K では最大 4K42210 ビットの60フレームの撮影をねすることができるようになっています。そして富士フィルムのログ F-Log2 もね搭載しているので、後からカラーグレーディングなどの色編集などにも適したねそういった撮影がねできるようにもなっています。ただ一つ注意点としては 4K60 フレームで撮影をする場合は約 1.18 倍のクロップがかかります。さらに手ブレ補正を入れると 1.32 倍までクロップされるので、これらを組み合わせるとかなり画角っていうのは狭くなります。比較するとねこれぐらい変わってしまうので、特に自撮りをする際とか結構別物のね画角になるので、この辺は結構注意が必要かなというふうに思います。そして面白いのが記録フォーマットが動画の場合だと 8Mbps から 200Mbps の間で選択をして撮影をすることができます。かなり圧縮の幅が広くて、高画質に残したければ 200Mbps を使えばいいし、よりファイルサイズを抑えたければ 8Mbps の方を使うなど、いろんな撮影シーンに適した撮影をすることができます。なので高速な SD カードを持っていなくてもビットレートをね 8Mbps まで下げて落として撮影することができるので、安心してめちゃくちゃ軽いデータで撮影することができます。ただいくら 4K とか 6K で撮っていても 8Mbps だと圧縮がかなりかかってるので、画質はそこまで
いいというふうには感じないんですけど、いろんな選択肢があって撮影をね楽しむことができるようになっています。でこのカメラで発熱問題、どれぐらいね長時間撮影をできるのかっていうところを検証してみました。撮影日がね29度の外の外気温で日陰で撮影をしていたんですけど、 4K30 フレームでの動画撮影は1時間8分で停止しました。この時自動電源オフ温度は高いに設定しています。バリアングルモニター自体を閉じた状態で撮影をしていたので、若干熱がこもりやすいコンディションではあるので、開くとさらにね伸びるかもしれません。個人的には1時間以上撮れたらそれなりに十分かなというふうには思うんですけど、どちらかといえばバッテリーですね。バッテリーの消費は割と早いような気がしています。今回この測定をした時にバッテリーの残量を見るとほぼ空に近いようなところまで減っていました。なので 4K の撮影だと1時間ぐらいで1本が切れていくという計算になるので、1日撮影するには2個3個と、バッテリーがね必要になってきます。そして今回採用されたバッテリーはこの小型の方のサイズのバッテリーです。X106 シリーズとかねお使いの方は持っているかと思うんですけど、小型なねバッテリーになっているので、このバッテリー自体は複数ね持っておいた方が、動画撮影は結構安心かなというふうには思っています。そして 6.2K 撮影時のオープンゲートにも触れさせてください。これがね結構すごくて、この価格帯のカメラだとだいたい16対9のねアスペクト比で動画を撮影することが可能です。この映像自体も16対9だと思うんですけど、このカメラに関しては3対2の比率で 6.2K のオープンゲートで収録をすることができます。より上下の情報量を多くして収録することができるので、 YouTube ショーツとかインスタのリールとか TikTok など縦動画の撮影時に使用したい場合はそのまま縦サイズに切り取ることもできたりするので、そういった形で選択肢としてこの収録方法を使うっていうのも結構僕はありだと思います。実際にショート動画モードで撮影をすれば縦サイズの撮影が可能で、さらにタイマーの設定も可能なんですよね。15秒、30秒、60秒など各媒体に合わせて時間を見ながら撮影もできるので、これはねかなりいいんじゃないでしょうか。縦サイズのね撮影を頻繁にやる方、そしてそのね記録時間っていうものをねよく考えながら撮影をしている方にはすごくねありがたい機能なんじゃないかなというふうに思います。これはめちゃくちゃ楽しめるところですよね。ただ設定した時間を経過すると強制的にレックが止まります。ギリギリ間に合わなかったみたいなシーンだとそれ以降の部分が撮影できていないっていうことになるので、時間が経過してもある程度撮れるような設定ができると安心だったりしますよね。そしてこの 6.2K の動画撮影っていうのは Atmos とか Blackmagic のモニターと接続をすることで12ビットのロー映像を外部から録画することもできます。このカメラでそこまでのね撮影をすることってあんまりないとは思うんですけど、でもねハイエンド機ともね、比べてもね遜色ないような機能をねしっかりとね搭載してくれるような印象があります。そして改めてこのボディの筐体を紹介させてください。僕の手でこの握りしめれるぐらいめちゃくちゃね小型軽量なカメラになっています。ご覧の通りこのグリップ部分がほぼないのでちょっと握りにくさっていうのはあるんですけれども、本当に手にねすっぽり収まるので手が小さい方でも安心して持つことができるようなカメラになってるかなと思います。そしてここのシャッターボタンにネジ穴が搭載されているんです。これにねレディースボタンをねつけてあげることによってよりね撮影を楽しむことができるし、これのねシャッター感覚っていうのがすごくいいので、僕はねこの使い方すごくお勧めしたいです。でカラー展開はブラックとシルバーのね2色展開とのことで、これはシルバーのねボディデザインという風になっております。でこのキットレンズ自体もシルバーのねものをね使用することができるので、ボディとねレンズ両方とも雰囲気を合わせた状態で楽しめることができる、そんなカメラになっています。でここの上面の部分にマイクが搭載していたりとか、左側には何もないもののここの右側には端子類、そしてジョイスティックと、ダイヤル関連もこことここの人差し指部分と2つあるといった形になっています。で僕がねすごくいいなと思ったところが、ここの人差し指のここのダイヤル部分がここを回すことができるっていうのはもちろんあるんですけど、このダイヤルを押し込むことができるんですよね。ここを押し込むことによって ISO とか F 値とかフィルムシミュレーションなどそれぞれを切り替えることができるようになります。切り替えてそこから調節していく、切り替えて調節していくっていうことができるので、これねすごく便利なのでいろんなカメラにね搭載してほしいなと思ったんですが、ただちょっと撮影していてね誤操作がね起きやすかった印象もあるので、動画撮影時だと ISO とかをあんまりオートにしないので、気づいたらね ISO がちょっと上がってしまってたりとか、ベースが1250で撮っていてその逆が12800とかになっちゃうので、その逆の12800にバーンって明るくなっちゃうみたいなことが結構ね現場で頻発しちゃったので、ちょっとね誤操作が起きやすいんだけど、これはねめちゃくちゃ便利なダイヤルにはなっています。はい、という感じでこのね見た目からはね本当に想像ができないぐらいね内容がてんこ盛りで素晴らしいね、性能をね秘めてるんじゃないかなというふうに思います。僕も今回のねショートフィルム映像を撮り終えた後とかに改めてね
これで撮ったのかと、こんなちっちゃいので撮ったっけってね、ちょっと笑ってしまうぐらいね、本当にこんなにね、小さなカメラで、これだけのね、ことができるっていうのはね、すごくね、驚かされました。しかしですね、実際に使用していく中で、ちょっとやっぱりね、足りないなっていう風に思った部分もいくつかあるので、それもね、紹介させていただこうかなと思います。まず、この XM5 を使用するときに、F-Log2 でね、撮影をすることが多くて、今撮ってるね、このカメラも実際にはこういったログ撮影を行って、このログの状態から元のね、色に戻すとこんな形で、そこからさらに僕はね、自分の好みのね、カラーで、こういったね、YouTube 配信をしているんですね。同じようにね、こういったログ撮影っていうのがこのカメラでもできるんですけど、少しね、ノイズが目立ちます。ISO の一番下の加減が1250になるんですよね。これによるものか、やっぱりちょっとノイズがね、やっぱ目立つんですよね。で、これに関しては夜のシーンだけとかじゃなくて、日中のシーンでも結構ノイズっていうのが全然出てしまうんですよね。で、この ISO1250 っていうのは結構高い基準になるので、どうしても ND フィルターっていうものが必要な場面がかなり多いと思います。ソニーのね、S-Log とかであれば ISO が800っていうのがね、加減ではあるものの、拡張 ISO というものを使って250とかまでね、下げていくことができるんですよ。ダイナミックレンジなどのね、犠牲っていうのはね、多少はあったりするんですけど、ログ撮影時でも ISO を下げて撮影することができるっていうのが、ZV-10M2 のね、強みだったりするんですけど、この XM5 は1250からっていうのがね、もう約束されてしまうので、やっぱちょっとね、これは扱いづらさがちょっとね、あるかなといった感じにはなっています。で、ZV-10M2 ともうしっかりとね、画質比較も行ってみたんですけれども、結構色味はね、割とがっつり変わってるかなというふうに思います。で、単純に画質っていうところだけを比較すると、XM5 の方が解像感みたいなディティールがやっぱりちょっとね、ちょっと弱いなっていう感じがしてしまう印象がありますと。で、色味に関しては、好みが分かれるかなというふうに思っていて、2つともがっつり色が違うんですよね。これは単純にダヴィンチリゾルブで同じ濃度でサイドとコントラストを戻しただけのね、映像になるんですけれども、2つとも結構色は違いますよね。で、はっきりとした色が出るっていうのが、ZV-10M2、ソニーのね、特徴かなというふうに思っていて、結構色がしっかりと生き生きとしている、色が濃くね、出てる印象があります。一方で XM5 は割と薄め、淡めで、僕としてはかなりナチュラルで自然な感じの印象があります。どちらかというとソニーは人工的な感じがしていて、XM5 は割とね、ナチュラルでよりこうシネマっぽいような、ちょっとね、こうフィルムっぽいようなトーンになってる気がするので、あんまりね、こう色編集が得意じゃなくても簡単にね、雰囲気のあるね、色にできるっていうのが、XM5 のね、色の特徴かなというふうに思いますね。で、AF 性能に関して少しね、物足りなさをね、感じることが多かったです。ショートフィルムのね、撮影自体は全てこのカメラでほとんどオートフォーカスで撮影してたんですけど、こうオートフォーカスの速さみたいなとか、こう精度っていうところは割とね、しっかりと撮影することができたし、全然ね、作品にね、支障とかはなかったんですけど、撮影中にレンズがかなり動いてるというか、こう電子制御が入ってることを結構ダイレクトに感じたりとか、あとはレンズによっては結構ね、こうギコギコ音が鳴ってしまうっていうシーンが結構あったので、静かなね、シーンの撮影の時とかに、ちょっとこう音がね、目立ってしまうみたいな、そういったことはあるし、やっぱちょっとこうね、ソニーとかよりもこう俊敏ではなかったりとかね、精度がそこまではやっぱいかないかなっていう風に思ったので、僕がほとんどのシーンをね、単焦点で撮っていたっていうところもね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、もうちょっとね、こう精度がね、良くなっていくと、さらにね、使いやすさはね、上がるかなという風には感じます。で、あとはこのキットレンズでズームとかをしたりして、リングをね、回すと結構ね、ズームの駆動音が出てしまうんですよ。こんな感じで。はい。結構出てしまうので、割とね、音が入るっていうね、デメリットがあったりするので、この辺がね、ちょっと改善されてたらね、もっと良かったなというふうには感じました。はい、というわけでですね、もう最後のパートになるんですけれども、実際の使用感というところをね、最後お伝えして、終わろうというふうに思います。今回ね、公式のね、プロモーションにも携わらせていただいて、本当にがっつりね、使用してきたんで、それでね、分かった実際のね、細かな使用感というところもね、お話ししていきたいと思います。まずですね、このフィルムシミュレーションダイヤルっていうのは本当に素晴らしくて、めちゃめちゃ楽しいです。このね、やっぱダイヤルを1個変えて、スタンダードとかからビートとか、リアライズとかエテルナとかね、いろんなこうものにね、変えていくことができるし、で、このね、カスタムがね、設定することができるので、自分好みにね、これをもう設定しておくっていうこともね、できたりするし、モードのね、ダイヤル自体もね、たくさんあるので、本当にね、こう、特に写真ではすごく良かったですね。動画の場合ね、僕はね、シミュレーションダイヤル使わないんですけど、写真っていうところでもすごくね、撮影をね、楽しめるカメラかなというふうに思います。で、あとね、この富士フィルムのカメラはこの Q ボタンがマジで最高で、この Q ボタンを押すと、このようにもう一瞬でいろんなものを出せるんですよね。ここで一括でコントロールをすることができるので、こう明るさをね、変えたり
とか、こうモードを変えたりとか AF を変えたりとか、いろんなねこう画質モードを変えたりとかね、本当に様々なことをここで一括でね管理をすることができるし、でこのQボタンのこの表示の数とかもね、もっと減らしたりとか増やしたりとかいろいろ変更することができるんですよね。この辺がめちゃめちゃね使いやすいなというふうにやっぱり思います。であとはねタッチファンクションっていうねものもあったりするんですけど、例えばこのように上にね操作をするとこのようにですね、フィルムシミュレーションとかをね、選んでいったりすることができるんですよね。このようにね、設定をしておくことで、タッチ画面を操作、スライドをしたりすることで、いろんなね、機能をね、出すことができたりするので、こういう操作感ね、あんまり今までになかったので、すごくね、使いやすかったなというふうに感じます。で、あとはね、僕ね、この X106 富士フィルムのね、カメラをね、実際使用してるんですけど、富士フィルムのカメラのジョイスティックがね、結構これ使いやすいんですよ。これね。そう、これね、最初僕めっちゃ苦手やったんやけど、やっぱこのね、カメラも使って、このカメラも使って、このね、ジョイスティックを使うと、めっちゃ使いやすいんですよね。僕、ソニーのカメラとか、パナソニックとか、ダイヤル式のね、ものを使ったりするんですけど、こんな感じで、こう、ジョイスティック1個でね、こんな感じでね、もう直感的にね、操作ができるんですよね。このね、ジョイスティックって、基本的には、操作ミスがないんですよね。本当に、こう、上下横、そして押し込みっていう感じで、めちゃくちゃやりやすいので、このジョイスティック操作っていうのは、本当にね、初心者の方もね直感的にできると思うし、誤操作がないっていうところで僕結構これ気に入ってるんですよね。であとはね、富士フィルムさんのこのメニュー画面って一見難しいんですよ。ちょっとねこのカラーとかもなくて、ほんとモノトーンで黒白グレーだけで統一されていて、初見だったらかなり難しいと思うんです。僕もね最初はってなっちゃったんですけど、これ使っていけばいくほど簡単ですごく分かりやすいんですよね。本当そのままのねネーミングにしてくれてるので、なんかこのメニュー設定っていうのがある程度ね理解できてくると、よりね使いやすいというか、よりねこう直感的にねこれねみたいな感じで進めることができるので、富士フィルムのこのメニュー、初見は難しいんだけど慣れるとねすごくね扱いやすいかなっていう風に感じます。はい、という感じで、実際のね使用感としてもすごくね扱いやすくて、操作性もねかなり充実した扱いになってるかなという風に感じました。で一方でですね、若干ねこう実際使用していくとね感じるポイントとしては、僕今回ねショートフィルムのね制作の依頼をいただいたんですね。なので、大前提このカメラでそういったものをね作ることの方がね少ないとは思うんだけど、そういう撮影をするとちょっと不満点がいくつかあって、それがこっちにね端子類のね接続ポートがあるんですよね。HDMI っていうか USB とか、イヤホンジャックとかが右側にあると、これによって普通カメラって右に持つじゃないですか。だからバチクソ干渉するんですよね。これをさ左につけてほしいわけですよ。できればね、多分設計上難かったんだと思います。はい。そこはねいろいろあると思うので、僕がね偉そうには言えないんだけど、やっぱねこういう撮影をするとやっぱ HDMI 出力とか、トランスミッターへのねこう出力とか、どうしてもねやっぱショートフィルム映像とかいろんなね人に手伝ってもらう現場ではやっぱそういったものが必要になるので、そういった際にねやっぱこう握りにくいし、こうどうしてもねそこら辺が、やっぱね不便ではありました。であとはねこの小型サイズだからこそレンズが大きいものを使うとかなりフロントヘビーになるんですよね。例えばですねこのね XM5 にこの 1655mmF2.8 のねレンズをつけたりすると、はい、こんな感じでかなり重たいんですよね。前の方が重いのでこう持ってても結構このフロントヘビーがすごくね効いてて、割とこうしんどくなっちゃったりするので、こういうねセットアップをね組む方ってあんまりいないとは思うんですけど、このようにね、レンズが大きく重たいものを使うと割とね小型さがゆえにこのグリップ感もだいぶと余るんですよね。はい。なので、そこら辺のね、しんどさっていうのはあると。そういったところはね、一応ね、頭に入れといてもらえたらなというふうに思います。そしてですね、今回 16mm、55mm の2型レンズが登場しました。F2.8 の第3元ズームレンズの2型ですね。これが登場していてですね、旧モデルよりも約 37% 小型化されています。で、今回ね、ちょっと申し訳ないんですけど、貸し出し期間がね、ほんと数日間だけで、ちょっとあまり使えなかったんで、ちょっとね、描写性能とかもね、一応ね、チェックはしたんですけど、ちょっとそこまでね、明確にね、お伝えするのが難しいんですけど、一応ね登場して、外観だけねしっかりとねチェックはさせていただいてますので、より本当にね小さくなって小型になって、このサイズだったらね XM5 でもね結構使えそうな感じがあるので、割とね、そこまでバランスもね悪くなく、許容範囲ぐらいかなというふうに思いますので、1型よりはね2型の方がだいぶと軽くなって良くなったみたいなので、よかったらねこれも合わせてチェックしてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ね XM5 というね新しい富士フィルムさんのカメラをね紹介させていただきました。いろいろと詳しく見ていくことによって、割とねこうマイナス面というかこう気になるところっていうのは出
出てきたんですけど、それはあくまで僕目線だからかなというふうに感じています。僕は本当にいろんな機材を使っていて、例えばね、今この動画を撮ってるね、ソニーの FX6 っていうカメラも90万以上するね、カメラですから、そういったね、カメラを使って、このね、3つとかをね、撮って撮影をしてるんですけど、そういう視点からすれば、どうしてもね、動画のもっとね、高音質なところっていうところに注目すると、やっぱりね、もう少しね、ノイズなかったらなとか、やっぱそういったね、ところはやっぱどうしても出てくるんだけど、でもですね、このカメラはそもそもね、もっと初心者の方とか、初めての富士フィルムの1台にっていうようなね、そういったコンセプトだと思うんですよね。なので、初めてカメラを買うとか、あるいは初めて富士フィルムのカメラを買うみたいな、そういった方はね、そこまで不安にならずに安心してね、買えるカメラではあるかなというふうに思います。僕ね、以前ね、この X106 を購入して、このね、カメラのレビュー動画も出しましたが、富士フィルムのね、カメラはね、供給不足に陥りやすいので、このカメラもね、どこまで入手がね、できるかっていうのは、ちょっとね、今のところ定かではありません。ですが、このカメラがね、少しでもいいなというふうに思う方は、ぜひね、この発売のタイミングで、発売日自体もね、ちょっと発表のタイミングだとね、わからないっていうのが、多分富士フィルムさんのね、毎回のことだと思うので、発売日が気になる方とか、これを購入検討してる方は、なるべくね、この発表の後に発売日もね、しっかりと追っていくようにして、なるべく早めに買うとか予約した方が、供給がね、どこまで行くかはわからないので、早めのね、アクションがね、僕的にはおすすめかなと思っていたりもしています。今回のね、この1台をきっかけに、富士フィルムさんのね、カメラのシリーズの中でも、より小型軽量コンパクトで、より高性能でね、カメラのラインナップが新たに追加されました。とはいえ、小型シリーズのカメラっていうのは、この各社カメラメーカー、いろんなカメラが出ていると思います。皆さんはどのカメラが気になっていて、このカメラにはどのような感想を持ったでしょうか。ぜひね、意見、コメント、感想などあれば、コメント欄に書き込んでいただければなというふうに思います。できる限り頑張ってね、コメントも返信していきたいと思っています。ということで、今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のショートフィルム映像、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。そして、このカメラが気になる方は、ホームページもチェックしてみてもらえたらと思います。というわけで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。